皆さんこんにちは、ガジログです。いよいよ出てきました。ファーウェイバンド8になります。4月17日の月曜日に中国国内にて発表されました。約1年前に発売されていますファーウェイバンド7と、この見た感じの印象としましては、丸みを帯びていた7に対しまして、かなりね、エッジが立っているという感じになっています。最近のトレンドのデザインとなっています。ファーウェイバンド7と中身の違いも含めまして、一体どんなスペックとなっているのかご一緒に見ていきましょう。というわけで、ファーウェイチャイナ公式サイトの情報を Google 翻訳したものでご紹介していきたいと思います。日本語翻訳が少しおかしなところがあるかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。それでは早速本日も行ってみましょう。では主な特徴を見ていきたいと思いますが、まずパッと目につくデザインからになります。この半透明のグリーンのバンド、そしてピンク色の今までと同様の素材、またテクスチャーですね、そのあたりのバンドが搭載されています。しかしながらこのボディが全くね、前回と変わっていますね。以前は丸みを帯びているボディだったんですけども、今回はよりスクエア型でエッジが立っていますね。ただサイドボタンに関しましては、ファーウェイバンドシリーズおなじみのサイドボタンがしっかり搭載されているのは、このあたりは非常に嬉しいです。そして説明を見てみたいと思います。革新的なデザインで軽量トレンドをリードする。超薄型ボディはファーウェイのウェアラブル製品の薄さの新記録を再び打ち立てました。デイリーにもナイトウェアにも付け心地も軽く、付け心地も軽やか、スタイリッシュでシンプルな垂直エッジデザインのアモレットフルスクリーンで手を離すととてもエキサイティングですとあります。ということでですね、まずはアモレットディスプレイということが出てきました。そしてサイズが 1.47 インチとファーウェイバンド7と同等ですね。変わったところ、大きなところって言うとおかしいんですが、やや薄くなったという感じですね。ファーウェイバンド7は 9.99mm だったんですが、なんと 8.99mm ということで、めちゃめちゃ 1mm 単位で削ってきました。すごいですね。これが腕につけてみますとね、おそらく薄くなったなというのがまたわかるんじゃないかなと思います。そして重さに関しましては 14g とありますけども、これはですね、バンドはついていない状態での重さになっているようです。ちなみにファーウェイバンド7の重さは約 16g となっていました。ですので、このあたりも軽量化が成功しているということがわかります。そして身につけるカラフルなスタイルとありますが、バンドも新しくなっているようですね。今出てきましたが、まず半透明のグリーンのリストバンドとあります。トレンディーでファッショナブル。そして女性の手首のための特別なデザイン、甘くて新鮮、快適で肌優しいとありますが、これは従来通りのバンドですね。そして穏やかで内向的、丈夫でしなやかとありますが、これは色違いのマジックナイトとなっています。そして新しいですね、ナイロン編みのリストバンドということで、ナイロンループのものがあります。これいいですね。そしてここね、めちゃめちゃ嬉しいですね。ファーウェイバンド7でちょっと悩みの種だったんですが、バンドが取り外しがめちゃめちゃ大変だったということなんですけども、ファーウェイバンド7からなんとストラップ交換が簡単な特許取得済みのクイックリリース設計になったということになります。これはめちゃめちゃ嬉しいですね。このボタンを押して簡単に外せる。そして差し込むだけでロックされると、そういった機構になっているようです。革新的なプッシュ式のクイックリリース時計ストラップとありますね。これはいいですね。軽く押すだけで分解、外せて便利で耐久性がありますよとあります。いやー、やっとこういった仕組みにしてくれたのはちょっと嬉しいですね。ファーウェイバンド6は取り外しはまだ楽だったんですけども、7になった途端に金属のピンのリリースタイプになったんですね。それがめちゃめちゃ硬くて爪が欠けてしまうほど硬かったんですけど、ようやく新しいねクイックリリースタイプになってくれました。これはめちゃめちゃ嬉しいです。そして続けて文字盤の種類になりますね。何万ものスタイルから選択可能ですとあります。1万種類以上の変更可能なスタイルの絶妙なダイヤル文字盤ということです。 AOD オフスクリーンの表示機能をサポートし、手首を上げてオンスクリーンとオフスクリーンの間の興味深い変化を一緒に体験してくださいとあります。このあたりファーウェイですね。ファーウェイヘルスケアの方で文字盤も無料のものはありますけど、ほとんどが有料のものになってかなり力入っていることがわかります。そしてスマートバンドといえばファーウェイトゥルーシリーズとテクノロジー、手首のスポーツと健康の専門家とありますが、より一層研ぎ澄まされたシステムが搭載されたようです。ファーウェイトゥルースリープ 3.0 が搭載されました。ファーウェイバンド7は 2.0 でしたので、一つ上のグレードにアップされましたね。よく眠れたかどうかは手を挙げれば分かりますとあります。新たにアップグレードされたファーウェイトゥルースリープ 3.0 睡眠モニタリングアルゴリズムを搭載し、より科学的な睡眠モニタリング管理改善により一晩中快適でぐっすり眠ることができますとあります。この 3.0 になりますとどうなるかということなんですが、眠りにまずつく前ですね、就寝前の邪魔を軽減する新しいスリープモードが追加されて、ファーウェイスポーツヘルスアプリのホワイトノイズ
やマインドフルネスなどの睡眠補助サービスと連携してすぐに眠りにつくことができますよとあります。そして実際に睡眠に入った時に多次元の生理学的パフォーマンスのモニタリングができるということです。睡眠状態の科学的記録、散発的な昼寝を見逃すことがありませんということで、昼寝もしっかりねモニタリングすることができるようになりますし、また睡眠の結果をですね目覚めた後に科学的な睡眠レポートが表示されて、ファーウェイヘルスアプリの詳細な解釈により睡眠の質をよく知ることができるということです。いわゆる睡眠に関わる様々なデータからその人に合った改善方法ですね、そのあたりを AI などでアプリを通して提示してくれるということになるようです。さらにね 2.0 からより一層睡眠に関して多くの情報が取得できるようになるようです。そしてさらにヘルスケア関連になりますね。トゥルーシン 5.0 で酸素と健康があるとありますけど、血中酸素に関する情報になりますね。トゥルーシン 5.0 ハードウェアの航路アップグレードとインテリジェントな省電力アルゴリズムに基づいて、ファーウェイバンド8は自動血中酸素検出をサポートし、血中酸素の変化、不注意な頭痛などの低酸素血症の症状が発生した場合、ブレスレットのリマインダーに従って時間内にステータスを調整できます。状態は回復し、生活と仕事はさらに良くなりましたということで、ちょっとこれね新しいなというのもあるんですけど、頭痛などの低酸素血症の症状が発生した場合、なんか通知をしてくれるのかなというふうに書かれていますけど、これもね、実機でどんな感じなのか見てみたいところですね。結構頭痛持ちですので、使える機能であれば非常に嬉しいです。そしてトゥルーシン 5.0 の心を大切にすることはより思いやりのあることですということで、心拍測定に関することですね。 AI 心拍数アルゴリズムの精度がさらに向上し、全天候型のインテリジェントな心拍数モニタリングと異常をサポートします。7日間の安静時の心拍数と変化曲線を追加して体調を常に把握できるようにしました。運動中の心拍間隔表示と心拍数上限リマインダーをサポートし、トレーニング効果の達成に役立ちますということですね。上位モデルにも搭載されているトゥルーシン 5.0 っていうのがありますけど、それにかなり近いね機能がしっかり搭載されてきたのが非常に嬉しいですね。そしてさらに心臓の健康を気遣うということなんですけども、ファーウェイバンド8の高性能光学式心拍数センサーに基づいて開始された心臓の健康では、心房細胞、早期心室および早期心房細胞を特定できますということですね。これはすごいですね。さらに上位モデルで搭載されている機能がこのスマートバンドにも心臓に関する様々な異常を検知する機能が搭載されています。これはすごいですね。ただあくまでもこれは心房細胞のリスク予測研究に使用されているということですので、事前に予測するのに役立つものとして見ることができるわけですね。あくまでも医療機器ではありませんので、こういったことも一応できますよということになっていますので、参考にすることができるわけですね。そしてファーウェイのトゥルースポーツの機能になります。何百ものスポーツから選択できますとありますけども、前回ファーウェイバンド7は96種類のスポーツモードだったんですが、今回は100種類ということでね、わずかながら増えています。ウォーキングとランニングのスポーツモードの自動認識にも対応ということでですね、このあたりは種類が増えたっていうだけなのかなという感じですね。そしてファーウェイトゥルーリラックスになりますけども、気を取り直してさらに先へとあります。ファーウェイトゥルーリラックステクノロジーに基づいて全天候型の圧力モニタリングを行いとありますが、圧力っていうのはストレス測定になりますね。呼吸トレーニングを使用してストレスを解放し、適時に状態を調整します。スポーツと健康なアプリヘルスクローバーと組み合わせた資料深い座りがちなリマインダーもありということで、1時間ごとにね立ってくださいねといった機能ですね。健康的な習慣を身につけるのに役立ちますよということで、ちょっとした健康のことにも含めましてね、気遣ってくれる機能が入っています。また女性の健康に関して月経周期の情報を提供してくれる機能も入っています。そして生活をシンプルにする便利な体験というふうに出ています。中国版だけの機能になってしまうとは思いますけども、ご紹介したいと思います。スマートトラベル手首を上げて支払いとありますが、中国版に関しましてはですね NFC を搭載してきていて、ファーウェイウォレットに基づいたスマートな旅行体験を楽しみ、より効率的に旅行できます。300以上の都市の NFC バス、地下鉄の支払いをカバーし、20万を超えるコミュニティアクセスコントロールカードのロックを解除し、すごいですね。アリペイと WeChat のスキャンコードを使用して、手首に届く範囲でショッピングやスマートライフの支払いを行うこともできますと
いうことです。アリペイと WeChat に関しましては中国版のファーウェイバンド7にもしっかり載っていまして、 NFC を利用して QR コードなどで支払いもできるんですけども、日本国内では全く使うことはできませんので、これはねちょっと輸入して購入される方、これはちょっと使えないんじゃないかなということでね、注意が必要だと思います。そしてバッテリーの情報になります。高速充電アップグレードということで、強力なバッテリー寿命とありますけども、充電は 30% 早くなっているということです。そしてちょっと小さいですけどね、45分でフル充電できますよとあります。5分間の急速充電で丸2日間のバッテリー寿命ということになるわけですね。そしてフル充電で最大14日間の使用が可能です。そして通常使用で9日間とあります。ただちょっと下の部分を見てみますと、ここですね、 AOD オフスクリーン表示モードをオンにすると電池寿命は3日ですとありますので、やはり AOD を常時点灯モードをオンにするとバッテリー持ちっていうのはね極端に減ってしまうことが分かります。ちなみに私が前回ファーウェイバンド7でバッテリーの通常使用した場合ですね、だいたい10日間ぐらいのバッテリー持ちでしたので、もしかしたらこちらが一つ目安かもしれませんね。9日間というのが一つポイントになるかもしれません。ただ様々なワークアウトなどヘルスケア関連も極力オフにした場合14日間まで持つっていうことかもしれませんので、結構システムが重くなってきてバッテリーの持ちが悪くなってきたのかなっていう気もします。そういう意味では昔のファーウェイバンド6とかね14日間本当に持ちましたので、そのあたりはすごかったなと思います。そしてより便利な体験ということで便利機能になりますが、通知機能の中に電話の着信になりますね。あくまでも着信だけ分かるということになりますので、ここで応答して話すことはできないわけです。また通知機能もしっかりねついているわけですね。メッセージのクイック返信もいくらかできるようです。そしてこれね WeChat コールリマインダーっていうのがあるんですけど、 WeChat っていういわゆる中国版の LINE みたいなアプリがあるんですけども、これの着信のリマインダー、いわゆる電話の着信と同じように WeChat がかかってきた時に専用のアプリを使って WeChat から電話が来ているよっていう風に教える機能だと思いますが、このあたりね日本とかであれば LINE のコールリマインダーっていう感じでね入ってきてくれるとめちゃめちゃいいですね。確実に通知が届くっていうのはすごくユーザーにとってはありがたい機能になりますので、この辺はねちょっとカスタマイズしてきてくれたら嬉しいなと思いますが、多分無理だったなと思います。そして、懐中電灯の機能やタイマーとかですね、そして気になる部分ではありますが、ブレスレット、目覚まし時計とありますが、そうですね、ファーウェイバンド6に搭載されていたスマートアラーム機能、7では搭載されていませんでした。8ではどうなるんでしょうかね。乗ってくるんでしょうが、これはちょっと届いて実際使っていないとわからないところになりますが、期待したいなと思います。ではまだ触れていなかった詳細情報についても見ていきたいと思いますが、ファーウェイバンド8はこの4種類がまず標準としてラインナップしています。エメラルドグリーン、これは半透明のバンドがついているものですね。そして桜パウダー、ピンク色になります。そしてマジックナイトブラックということで定番のブラックモデル、そしてビブラントオレンジということでナイロンループのバンドがついているものもあらかじめ最初から用意されています。個人的にはこのモデル気になりますね。ナイロンループはやっぱ付け心地いいですので、これはちょっと期待したいところになります。そしてディスプレイに関する情報になりますが、サイズは先ほどもお伝えしましたけど 1.47 インチのアモレットとなっています。有機 EL ディスプレイですね。ピクセル数は194の368ということで PPI が282になっています。ここはですねちょっとやっぱり長細いタイプになっているということで、なかなかこの横に関しては194ということで妥当な数値になっています。そしてボディは強化ポリマー繊維ということで金属ボディは使われていません。そして充電方法になりますが、次期シンブル充電ポートとありますが、従来通りマグネット式の充電ケーブルがついているものと思われます。そして保護程度とありますけど GoATM ということで 50m 防水に対応しています。しかしながらここにも出ていますけどね、ホットシャワー、温泉、サウナ、また水遊びや深海での活動には適していないということで、よくありますね。最近はサウナ、高温の状況の下では使わないようにということが勧められています。そしてバッテリー持ちに関する詳しい情報も出ています。やはり最長のシナリオでは最大14日間ということで、睡眠モニタリングをオフにした場合最大14日間
っていうのが一つポイントになりますね。ですので多くの方はやはり睡眠モニタリングってオンにすることが多いと思いますので、ちょっと14日間っていうのは難しいのかなっていう感じですね。そして日常的な使用シナリオとありますが、その場合は最大9日間とあります。心拍数がオン、夜間の科学的睡眠をオンになっていますし、また SPO2 もオンになっていて、ストレス測定もオンになっている。そして週に平均60分の運動をした場合とありますので、個人的にはちょっとこれよりも減ってしまうんじゃないかなという感じですね。7日から8日になってしまうかもしれません。私の場合ですけどもね。ですので、運動しないよっていうことであれば、だいたい9日か、もしくは10日ぐらい持つかもしれませんね。そして AOD をオンにした場合、3日間になりますということで、めちゃめちゃ減ってしまいますね。この辺はどうなんでしょう。1日ぐらいでバッテリーが終わってしまうスマートウォッチもあることからすると、3日間持てば十分かなっていう方もいらっしゃるかもしれません。では、気になるお値段になりますけど、これはですね、発表会の模様をスクショしたものになりますが、通常版になります。これは269元になります。日本円で1元あたり 19.5 元で換算した場合、約5200円ということになりますね。安いですね。やはり中国価格ってめちゃめちゃ安いなと思います。そしてこのナイロンループのタイプになりますが、5440円ということで、どちらにしてもですね、5500円以下でめちゃめちゃ日本で買うよりは安いんじゃないかなと思いますので、もし早く欲しいなということであればですね、アリエクスプレス等で早期に購入できるかもしれません。はい。というわけで、今回、ファーウェイバンド8待望の1年ぶりのスマートバンドになりますけども、いよいよ発表されました。特に今回大きな目玉となりますのは睡眠分析に関しまして高機能になったっていうことだと思いますけども、睡眠に関して何か問題を抱えている方や少し睡眠を改善したいなと思っている方、ファーウェイバンド8っていうのでいいんじゃないかなと思います。そしてバンドの取り外しがしやすくなったっていうのも個人的にはめちゃめちゃ嬉しいポイントになっています。そして充電が45分で完了するっていうのも脅威ですね。通常使用であれば約9日間ということでしたので、ざっとね10日持てばいいのかなと思っていればいいかもしれませんが、45分で充電できてしまえばね、何にも困ることはないなというふうに思います。ということで今回はファーウェイバンド8中国版ということになりますけど、日本国内で発表また発売されるというのも去年の傾向からするとそう遠くないのかなという気はします。ということで今回ファーウェイバンド8待望の新モデルが発表されました。皆さんいかがだったでしょうか。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。